はいどうも、たまおです。今回は燃えるピストラで焼きながら処理をすることでドロップ増加の効果が乗る簡単毎時800個焼肉トラップを作っていきたいと思います。特徴1、引火したトライテントで動物を処理するとドロップ増加の効果が乗り、焼肉の入手量が増える仕様を装置化。焼いて処理するだけのものと比べて焼肉が2倍近く手に入ります。特徴2、処理層へ誘導しやすい脇層を新開発。ランダム多くの無駄な動きを抑えることでさらに効率が上がるように設計しています。特徴3、ドロップ増加3の剣を持って待機した場合、たったの10分で焼肉が140個前後、1時間あたり800前後の焼肉が入手可能です。簡易的な装置だとなかなか焼肉が集まらないことにお困りの方にはおすすめのトラップになりますので、ぜひ参考にしてください。それでは今回もレッツポンポン。今回使う材料はこちら。ドロップ増加付きの剣があれば焼肉入手量が増えるのでおすすめ。足場ははしごなどで代用しても OK です。トラップドアの代わりにサンゴを使うとさらに効率が上がるので、もし手に入る方はサンゴを使ってください。草ブロックがない場合は土ブロックで代用しても OK。装飾用不透過ブロックに白色のコンクリートを使っていますが、他の素材でも大丈夫です。装置のサイズは横16、奥行き16、高さ12です。次に作成場所についてですが、効率を落とさずに楽に作れるバイオームは平原バイオームで、このように周りに山などがない開けた場所がおすすめです。また河川の上には動物は湧きませんので、陸地部分に作るようにしてください。あと動物は 9×9 チャンクの範囲に4体までしかスポーンできないので、トラップから80マス程度には飼っている動物や餌で誘導したりなど、プレイヤーが影響を与えてデスポーンしなくなった動物がいないように注意してください。作成場所を決めたら、地面から25マス程度登ってみて、下に牛、豚、羊が湧くかをチェックし、効率が落ちる原因となるウサギやオオカミ、アルマジロが湧いていないことと、動物が4体湧いていることを必ず先に確認をしておいてください。では作っていきましょう。まずはピストラを使うので、トライデントがめり込みにくい方角になるように、まずは地面に石レンガを置いてください。石レンガの上の模様が T の文字になるように向きを変えると、前が北になります。今回の装置は、プレイヤーが南を向いた状態で作っていくか、プレイヤーが東を向いた状態で作っていきます。今回は南を向いた状態で作っていきましょう。で、まずはラージテスト3つとホッパーをこのように設置します。改めて方角を確認。逆さまの T の文字なので、現在はプレイヤーが南を向いている状態ですね。この状態でラージテストを3つこのように重ねていきます。次はテストの左側面に向けてホッパーをポンポンポンと設置してください。向きはこちらですね。次は泥ブロック、トロッコ、ホッパー付きトロッコ、仮ブロックをこのように設置します。まずはこのホッパーの上に泥ブロックを設置。その上に一旦レールを置いてトロッコを乗せたら、ラージテストの上から仮ブロックをこのように設置します。次はこの位置にレールを置いて、今度はホッパー付きトロッコを設置して、下の仮ブロックを壊して重ねてください。次はレールを取り除いて不透過ブロックをめり込ませます。まずは注意しながらレールを撤去。次にこの位置に不透過ブロックを置いて、不透過ブロックの上に仮ブロックを2つ置いたら、ここは壊します。次は下から見上げながら仮ブロックの下にピストンを下向きに設置。できたらボタンやレバーなどを使ってピストンを動かしてください。このように不透過ブロックがめり込めば OK。この位置のピストンや仮ブロックは撤去して OK です。次はガラス、装飾ブロックを使ってこのように周りを囲っていきます。トロッコに触れないように注意しながら、まずはこの位置からガラスを1、2個。次は装飾ブロックでこの位置から1、2、3、4とこのように置いてください。ここまでできたら、この仮ブロックは撤去して、このガラスに向けてガラスをポン。はい、このように置けていれば OK です。次は 3×3 の処理層の床を不透過ブロックでこのように作ります。置く位置はこちらに回ってラージテストの斜め上のここからですね。あとはこのように 3×3 のサイズにしていきましょう。次は処理層の床の周りをこのように装飾ブロックで3段の高さで囲っていきます。置く位置はここからですね。ここから1、2と置いて3段にして、あとは同じように3段の壁を作っていきます。次はピストン、ガラス、装飾ブロックをこのように設置します。まずはこの位置を壊して、この向きでピストンを設置。次はここからガラスをこのように広げて、今あるガラスを全て3段の高さにしていきましょう。次はこちらの装飾ブロックも3段の高さにしていってください。次はこのように装飾ブロックを足していって形を整えていきます。まずはこの位置から3段の壁を伸ばすようにこのように設置していきます。次はこちらの角の部分、次はこちら、こんな感じで埋めていって形を整えていきましょう。はい、このようになっていれば OK です。では視点を背面に変更して続けます。次はこのように不透過ブロックを置いて回路の置き場を作ります。
置く位置はここから12345とこの形で置いたら、こことここは壊してください。次はリピーターダストトーチをこのように設置します。リピーターの向きはこちら。遅延をマックスにする点に注意です。まずはこの位置にこの向きでリピーターをポン。遅延を最大にします。次はこの位置にダスト。次はトーチをこの位置とこの位置に置いてください。このようにクロック回路になっていれば OK です。次は不透過ブロックダストトーチを使ってピストンに信号が伝わるようにしていきます。まずは不透過ブロックをこのホッパーの横から階段状になるようにこのように3つ置きます。次はダストをこことここに設置。最後にこの位置にトーチをポン。ピストンが動作を始めるのが確認できれば OK です。では視点を変更して続けます。次はオンオフスイッチを取り付けます。装飾ブロック、レバー、不透過ブロック、ダストをこのように設置します。まずはラージテストの斜めのこの位置に装飾ブロック。レバーをこの位置に取り付けておきます。次は装飾用ブロックの背面からダストを1、2、3とこのように置いて、この位置には不透過ブロック、そして不透過ブロックの上にダストを置いてください。置けたらレバーを操作してクロック回路が停止するのを確認しておきましょう。次は処理層に不透過ブロックを置き、水を流してトライデントとマグマを設置します。まずは不透過ブロックをこの位置にポン。その上から水を流します。するとこのように斜めに流れる水流になりますね。次はトライデントをこの位置に挿したら、この位置からマグマを流してください。これで処理層は完成。次は脇層を作っていきましょう。では脇層の作成です。まずは草ブロックをこのように設置します。草ブロックがまだない方は、ここから先に使っていく草ブロックの部分は土ブロックで置いていってくださいね。置き始める位置はここからこのように置いていって 2×2 の穴ができるように置いていってください。上から見るとこんな感じですね。次はこのように各方向2マス幅で6マス伸ばしていきます。ここから1,2,3,4,5,6マス、あとは同じ要領で各方向を伸ばしていってください。次は左手前と右奥だけ四角くしていきます。まずは左手前からこの位置から置いていって、こちらからも置いていって四角くしたら中を埋めていきましょう。次は右奥の方ですね。こちらも同じようにまず四角くして中を埋めていきます。次は右手前と左奥の一部をこのように1マスだけ広げます。まずは右手前から置き始める位置はここからですね。ここから置いていってここまで置いてください。次は左奥、向きを変えてこの位置から置いていってここまで置いてください。次はこのように右手前側の端から草ブロックを4段積み上げていきます。まずはこの位置から置いていって穴の手前で曲げてここまで置きます。あとはこれを4段の高さになるように積み上げていきましょう。置けたらここから数えて4段になっているか確認しておいてくださいね。次はこのように右手前を四角くしていきます。置く位置はここからですね。一旦四角くしておいて中を埋めていきましょう。次は左奥も同じように草ブロックを4段積み上げていきます。置く位置はここからですね。まずはこのように置いていって穴のところで曲げてここまで置きます。あとは4段の高さになるように積み上げていってください。次はこのように左奥を四角くしていきます。置き始める位置はここからですね。一旦四角くして中を埋めていきましょう。次は中央の穴とその上に動物に床と誤認させるトラップダウンを取り付けていきます。この位置から上付きでポンポン置けたら開きます。次は反対側に回ってこの位置からポンポン開いておきましょう。次はこの位置から1マス下のここにトラップドア置けたら開きます。次は反対側も同じように取り付けて開いておきましょう。はい、OK。今回は入手しやすいトラップドアを使いましたが、このように上から落下してくる動物がトラップドアの端に少しだけ引っかかってから落ちるようになるので、トラップドアをもしサンゴに変えられれば、このようにスムーズに処理層に落ちてくれるようになります。もしサンゴが手に入るならサンゴを使ってくださいね。次は夜間でも動物が湧けるように、このように松明を置いて明るくしておきます。動物が湧くには明るさ9以上必要なので、このように角から斜めに1、2マス開けて3マス目に設置。他の角からも1、2マス開けて3マス目に設置。このように置いていって、松明が中央に四角く成立する感じに置けば、脇層が9以上の明るさになります。あとは同じ要領で各脇層に松明を置いていってください。今回
外のちょいテク、牛や豚などの動物の動きには、移動先は横方向に10マス先まで、移動先にたどり着けなくても行けるところまで移動する。4マス以上の高さから飛び降りれないっていうルールがあるんだ。今回の湧きそうではそれをうまく使って移動経路をコントロールしているってわけ。例えばここに湧いた動物がこの範囲に移動しようとすると、このトラックドアを通る必要があるし、この高い位置に移動しようとしても壁があるので、途中で止まって余計な動きをキャンセルすることができる。さらに移動先が10マス先までしかないから、湧き層は小さめに作ってトラックドアを経由しやすくしてるんだで。じゃあな。ではここで草ブロックがなくて、ここまで土ブロックで湧き層を作った方向けに土ブロックを草ブロック化させる流れを説明しておきますね。まずは湧き層の角の真下に立って、そこから1マス手前に下がったところに土ブロック、そこから階段状に斜めに置いていって、一番上の湧き層の1マス下の高さまで置いてください。次は背面に回って同じ要領で湧き層の角の真下に立って、そこから1マス手前に下がったところに土ブロックを置いて、そこから階段状に置いていきましょう。ここまでできたらしばらく近くで待機して草ブロックが伝播して土ブロックを草ブロックに変えていくのを待ちます。時間がかかると思いますが、この方法で草ブロック化させることが可能です。湧き層が草ブロックになったら階段状に置いていたブロックは撤去しておきましょう。これで湧き層の完成です。では次は待機場を作っていきましょう。メンバーシップ始まったぞ。詳しくはコミュニティをチェックじゃ。では待機場の作成です。足場を置いて地面から45マス上に作っていきましょう。後で動作チェックするのでレバーを操作して動作をさせておきますね。次に現在の Y 座標を確認。現在は Y64 ですね。ここに45を足した Y109 まで登っていきましょう。足場は湧き層のすぐ横から作っていきます。この辺りですね。では足場を積み上げて登っていきましょう。もし足場がまだなければはしごなどで代用しても大丈夫です。はい、Y109 まで登ってきました。ここで待機時にファントムが湧かないように屋根をつけておきます。今回は簡易的に仮ブロックで屋根をつけておきますね。こんな感じで屋根が作れれば OK です。では動作チェックです。今回の装置は演算距離4で使用する必要があるので、必ず演算距離を4にしておいてください。ではドロップ増加算のついた剣を持って10分間の効率がどのくらいになるか確認してみましょう。はい、10分経ちました。今回は焼肉が145個、皮22個、表毛17個、1時間換算だと焼肉が870個になります。どの動物が湧くかで多少前後しますが、平均700から800個くらいの焼肉が入手できれば OK です。では最後に装飾をしていきます。今回は処理層周りからしか装飾する部分がないので、チェスト以外の回路が隠れるように囲っていきます。この位置の2マスはモンスターが湧いたり動物の移動先として選ばれてしまう可能性があるので、土ブロックで上まで埋めてあげると良いですね。もしマルチプレイ時にトライデントの差し直しが頻繁に必要になる場合は、こことこことここの3箇所を壊してこの位置にボタンを置いてマグマをせき止めて、あとはここからはしごなどで登れるようにしておけばトライデントの回収と差し直しがしやすくなるかと思います。これで完成です。はい、今回は燃えるピストラで燃やしながら処理することでドロップ増加の効果が乗る簡単毎時800個焼肉トラップを紹介させていただきました。高評価、チャンネル登録で応援よろしくお願いいたします。田んぼでした。ではまた。